こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在95,200ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、ユーロ景況感指数、米 DP 雇用者数、米新規失業保険申請件数、FOMC 議事録などがありました。トランプ氏の関税導入の件が連日話題になってますけども、今回は FOMC 議事録が注目度としては高くなってまして、内容としても高派寄りになっていることから、米金利高、米ドル高要因となってます。ドル円は158円台となってまして、米株各指数は若干上向きになってますけども、ほぼ現状維持。ビットコインは一時92,500ドルまで下落して、現在は95,000ドル台となってます。また昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 4.3 億ドルの純流出となっています。前日はブラックロックの流入で相殺されてますけども、他のファンドは流出傾向は変わらずとなっています。香港もマイナス 14.29BTC と若干のマイナスとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 2.54%、額としては605億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.8%、バイナス目はロングが 64.7% と上入りになっています。今後の指標としては本日1月9日が米市場の休場日、1月10日に米雇用統計、1月11日に米ミシガン大学消費者信頼感指数1月の速報値などが控えております。他各所の見解ではですね、2025年から国や銀行がビットコインを買い始めるとか、あとは短期反発は期待できるものの 8H 前にまた下落するだろうとかですね。また今月末の FOMC が警戒されているものの、大統領就任式後の上昇には期待できるというですね、フィデリティ、QCP キャピタルらの見解が注目されています。そしてオンラインチャン企画ですね。昨日の私の予想では下落幅が大きいことから反発が期待できるものの、市場でビットコインと米株の相関が戻り始めていることと、トランプトレードの主演が囁かれていることから、ここから通常運転に戻って米指標の警戒が効いてくるんじゃないかと、米雇用統計までそんなに強くなれないんじゃないかということで、1月9日 AM6 時点のビットコインは昨日の96,696ドルよりも下という予想でした。結果としては FOMC 議事録の高派的内容の影響もあってかですね、米金利高、米ドル高となってまして、米株各指数は確保維持してるんですけども、ビットコインは続落、一時92,500ドルまで下落してまして、そして判定時刻の1月9日 AM6 時点のビットコインは93,982ドルということで、昨日の96,696ドルよりも下なんで当たりです。こういうところはね、普通に当たるんですね。はい、では本日は米市場休場日なんで、次回は次の米市場平常日1月11日 AM6 時点の予想ですね。上にします。注目されているところは休場後の米雇用統計だと思うんですけど、米株との相関が戻っているとしたら、今回ビットコインが強く下げた分ですね、反発に期待できるかなと。あと単純に雇用統計後の警戒解放からの上も期待できるのかなと思ったんで、上が優勢なんじゃないかなと思いました。なので1月11日 AM6 時点のビットコインは現在の95,164ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては1月10日22時半に米雇用統計が控えております。このあたりの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3350ドル、BTC 建ては 0.0352 と、先物の方では OI は全体でマイナス 1.91%、額としては294億ドル相当、比率として全体ではロングが 52.9%、バイナス目はロングが 83.1% と上入りになっています。ETF も流出傾向となってますね。昨日は現時点ではマイナス 1.5 億ドルと前日よりも大きく流出してます。香港はゼロとなってますね。イーサもビットコインと同様下げてますけども、BTC 立てでは昨日とほぼ同水準 0.035 を推移しています。市場ではイーサ ETF のステーキング要項追加よりもですね、XRP ETF の承認に注目が集まっているような気がします。こちらも米雇用統計後に上へ迎えるのか注目ですね。あとその他の動向では各国で動きが見られます。まず中国が国家のデータインフラの開発を促進するための政策文書を発表してまして、ブロックチェーンについて触れたことが話題になっています。内容を抜粋するとですね、中国のデータインフラ開発はまだ初期段階にあるが、2029年までにはブロックチェーンなどを利用してインフラ環境を構築する予定であるとされています。中国の方では未だに仮想通貨取引とマイニングが禁止とされてますけども、ブロックチェーンという技術に関してはですね、割と前向きな声明が出ますよね。ただ2029年となると、次の反撃ですね。短期的には厳しそうですけども、
今後中国の規制緩和があるのか注目ですね。あと韓国の方では機関投資家による取引が解禁されるんじゃないかという報道が一部で流れています。現在韓国では個人投資家のみが仮想通貨取引を許されてるんですけども、報道によると韓国の金融規制当局 FSC が機関投資家の取引開始に向けて段階的に動いているとされています。最近でも韓国方面のキムチプレミアムとか取り上げましたけども、機関投資家の取引解禁となるとまた活発になりそうですね。あとはブータンの特別行政区ゲレフマインドフルネスシティがビットコインなどの仮想通貨を準備金として採用予定であると発表しています。発表ではビットコイン、イーサー、BNB などのデジタル資産とされているんで、今後アルトが追加される可能性があると見られてますね。ブータンは国のアドレスの入出金、オンチェーン上での動きがたびたび話題になってますけども、地域ごとでも前向きな動きになってますね。あと米国方面では退任の日が迫っている SEC 委員長ゲンスラ氏、CFTC 議長ベーナム氏の声明がそれぞれ話題になっています。ゲンスラ氏はインタビューでですね、仮想通貨には悪質な行為者が溢れていると発言してまして、ベーナム氏は連邦法が制定されてないため顧客保護、詐欺の増加、金融の不安定さへの懸念が高まっていると最後まで仮想通貨業界を非難したとされています。先日取り上げた通りですね、2人とも1月20日に退任となってますね。あとは米国でのドゥコン裁判が2026年まで延期となっています。理由としてはモンテネグロから提供された証拠、携帯電話4台のロック解除ができないなど膨大な証拠がまだ処理できないため2026年以降になってしまうと、異例の延期とされています。なんかいろいろ勘ぐってしまいますけども、ドゥコンがどうなるのか進捗に注目ですね。あとアルト関連ではリップルの CEO ガーリングハウス氏がトランプ氏と会談しています。ガーリングハウス氏の X ではですね、昨夜はトランプ氏とアルデルト医師と素晴らしいディナーを楽しみましたと、2025年に向けて好調なスタートと写真とともに投稿されています。またリップルの社長モニカ・ロング氏もインタビューでですね、 XRP ETF の実現は近いと発言したことも話題になってますね。XRP の価格は現在 2.3 ドル、BTC 建てはプラス 4.6%、時価総額は4位ですね。市場全体が厳しい中、この影響が比較的強く残っています。この感じだと市場全体が上向いた時ですね、円建てでは400円突破しそうですね。ソラナと XRP どちらが先に ETF 承認されるのか注目されてましたけども、 XRP が先になるんでしょうかね。アルト ETF の今後にも注目ですね。あとその他資金調達関連ではソーソーバリューが1500万ドル調達を発表、ムーブメントラブスが1億ドル調達予定とされています。これらの今後の進捗にも注目ですね。で、本日は米市場がお休みなんでイレギュラーがなければ明日の動画はお休み、次の動画は1月11日更新となります。また次回お会いしましょう。今日このとかですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。